私は安倍首相に正しました。米国が先制攻撃の戦争を行った場合でも、武力行使の審査員要件を満たしていると判断すれば、集団的自衛権を発動するんですか。実はこの質問は、今年2月の代表質問でも同じことを聞いたわけでありますが、その時の首相の答弁は、個別具体的に判断するというだけで、発動の可能性を否定しないというものでした。しかし、さすがにそれではまずいと考えたのか、戦争法案の質疑に際しては、首相は答弁を変えてきました。違法な武力行使をした国を日本が支援することはありませんと一見、首相に見える答弁を首相がしたのであります。しかし問題は、米国の違法な武力行使を日本政府が違法と批判できるかということにあります。米国は先制攻撃戦略を一貫して国家の基本戦略に置いています。そして戦後、国連憲章と国際法を踏みにじって、ベトナム侵略戦争、イラク侵略戦争をはじめ、数多くの先制攻撃の戦争を実行してきました。そのうち1983年のグレナダ侵略、1986年のリビア爆撃、1989年のパナマ侵略に対しては、国連総会が圧倒的多数でアメリカを名指しで非難する決議を採択しています。大体考えてみてください。米国に対する武力攻撃から開始された戦争は、1941年12月の日本による真珠湾攻撃と、それに続く太平洋戦争以来、一度でもあるでしょうか。それ以来、74年間、一度もありません。2001年の 9.11 同時テロは、確かに大規模な被害をもたらしましたが、国家による武力攻撃ではなく、テロリストによる犯罪行為でありました。戦後、米国が実行した戦争の圧倒的多数は、米国による先制攻撃で開始された戦争なのであります。それでは日本政府は、米国の戦争にどういう態度を取ってきたか。私は安倍首相に聞きました。日本が国連に加盟してから今日まで、日本政府が米国による武力行使に対して、国際法上違法な武力行使として反対したことが一度でもありますか。首相は一度もないと、はっきり答弁しました。ただの一度もアメリカの戦争を国際法違反として批判したことはないんです。すべて賛成、支持、理解を与えてきた。国連総会の3回の対米非難決議に対しても、日本政府は反対もしくは棄権をしてきました。こんな異常な米国への無条件追随の国は、世界の主要国の中でも他にありません。このような国の政府が違法な武力の行使を行っている国を支援することはないと言って、一体誰が信用するでしょうか。イラク戦争当時、米国パウエル国務長官の首席補佐官だったローレンス・ウィルカーソン氏は、昨年5月テレビ朝日のインタビューで、もし日本がイラク戦争当時に集団的自衛権の行使ができたら、米国が日本政府に参戦するよう要請したかと問われて、次のように答えています。イエス、要請したと思う。実際我々は政治的支援か軍隊の派遣を求める戦略をまとめていました。もし日本が軍隊をどこにでも派遣できる準備が整っていたら、私は日本から部隊を2つ送ると、その戦略に書いたでしょう。日本が集団的自衛権の行使ができたら、米国の軍事的支援のために日本に2つの部隊の参戦を要求しただろうと言明しているのであります。安倍首相は、イラク戦争のような戦争に武力行使を目的に自衛隊を派遣することは決してないと繰り返しています。私との質疑でも
その言葉を何度も言いました。しかし戦争法案にそのような場合の派兵はできないと明記されているわけではありません。法案のどこを見ても、そんな戦争には派遣してはいけませんと明記されているわけではない。政府は集団的自衛権行使はあくまでも限定的なものだと言いますが、それが無限定にいくらでも広がることは先にお話した通りであります。米国が大量破壊兵器の問題は日本の存立を根底から脅かすものだとして自衛隊の派兵を迫った場合に日本政府が断れるでしょうか。これまでは集団的自衛権の行使はできませんとして断ることもできたでしょう。しかし戦争法案が通れば断ることができなくなることは明白ではないでしょうか。